皆様こんにちは。今回は簡単に取り付けができて車の中からタイヤの空気圧がわかるようになる TPMS というものをご紹介します。まずそもそも TPMS って何やねんという話なんですが、簡単に言うとタイヤにセンサーを取り付けて、そのセンサーがタイヤの空気圧や温度を読み取って車内のモニターに表示するといったものです。僕が乗っているスズキのスイフトとか国産の安い車には標準ではついていないんですが、ベンツとか外車だとデフォルトでついてることが多いです。おそらく今の話を聞いて別に車内で空気圧見る必要ある？ガソリン入れた時に空気圧チェックしたらええんとちゃうのと思った方多いと思うんですが、これ偏見になって申し訳ないんですが、空気圧を頻繁に確認してる人どれぐらいいますか？多分気にしてない人結構多いと思います。ディーラーに点検に行った時に空気圧を指摘されて初めて気づく人がほとんどかなと。僕はスズキのスイフトスポーツを新車で買って半年でパンクしたんですが、このパンクがまた立ち悪いやつで、一気に空気がなくなるようなパンクではなくて、ほんと徐々に減っていくスローパンクというやつでした。そのせいでパンクしてることに気づかなくて高速とか乗ってたりしたんですが、パンクに気づかずに乗っていると普通に危なくて事故につながりますし、適切な空気圧に設定しておかないと車の燃費が悪くなったり乗り心地が悪くなることがあります。そういったことを未然に防げるのが今回紹介する TPMS になります。これまでは後付けの TPMS って2万円ぐらいしたりと結構高かったんですが、今回紹介するものは柏村という日本の会社が販売してるもんで、約6000円ぐらいで買えて Amazon でめっちゃ売れてます。こちらの TPMS の特徴としては技的マークがついているので日本で安心して使用できるところです。 Amazon で TPMS と調べるとさらに安い TPMS が売ってるんですが、どこにも技的について書いてないはずです。その前に技的ってなんやねんっていう話なんですが、簡単に言うとセンサーから出る電波が他のラジオとかに干渉して悪さしないようになってるかとか、他の機器に悪影響を与えないか専門機関が確認して問題ないと判断したものにだけ与えるマークが技的マークですね。この技的マークがついていないものを日本で使ってしまうと1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処するという、結構シビアな電波法という法律があるので、日本では技的マークがないものは使ったらダメなんですよね。実は最近アマチュア無線の免許を取って、その時にこの電波法について勉強して初めてこのこと知ったんで、ほとんどの人技的マークの存在自体知らなかったと思いますが、技的マークがないと日本では違法になります。なのでこちらの TPMS は日本で安全に使える仕様になっていて、柏村という日本のメーカーが作っているので信頼できるものです。箱を開けるとこんな感じでタイヤに取り付けるセンサーが4つとモニター取り付け工具が入っています。早速取り付けていきます。まずは付属の金具に両面テープを貼ります。この金具の土台を使ってモニターを車のダッシュボードとか好きなところに取り付ける感じです。貼るだけなんでめっちゃ簡単です。両面テープが貼れたら金具の土台とこのモニターを貼り合わせます。ちなみに粘着力強めなんで一発でいい感じに貼ってください。貼れたらお好みの角度になるように折り曲げてください。ちなみに結構固めでした。本来ならば車に取り付ける側にも付属の両面テープ貼ればいいんですけど、接着力が強そうで一度貼ったら貼り直すの大変そうだったので、ダイソーとかで売ってる剥がせるテープを使って僕は貼り付けました。モニターを車内に貼り付ける準備ができたら、あとはモニターを車の好きなところに設置して電源を USB で取るだけ。参考までにスズキのスイフトだとハンドルの隙間にこんな感じで貼り付けて、モニターから出る配線をハンドルの隙間から裏側に通します。ケーブルを裏に通せたら足元のカバーを開けて、中に入っているナビの余っている USB 端子に接続すれば電源が取れて配線がめっちゃ綺麗に隠せるので、スイフト乗ってる方ならこのやり方がいいかもですね。めんどくさい方はシンプルにシガーソケットから電源取ればいいと思います。モニターの設置場所なんですけど、正直そんなに常に TPMS のモニターを見る必要はないので、センターコンソールとかのところに貼ってもいいかなと思います。自分の好きなところに貼ってください。配線隠したい方はハンドルのところだとケーブルが隠せてほぼ配線が見えなくなって後付け感がなくなるので、この隙間に貼り付けるのおすすめです。こんな感じでモニターが設置できたら、あとはタイヤ4本にセンサーを取り付けます。
取り付けるセンサーには FR や FL などが書かれていて、それぞれ取り付けるタイヤの位置を示しています。 FR はフロントライト、前の右側、 RL だとリアのレフトなんで後ろの左という意味です。センサーはタイヤのキャップを外して交換するだけでめっちゃ簡単です。ただ走ってる時にこのキャップ兼センサーが外れないようにするためにナットで固定する必要があります。付属の工具が必要でちょっとめんどくさいんですけど、10秒ぐらいでできますので、早速センサーを取り付けます。まずは元から付いてるキャップを外して、外せたら付属の銀色のナットを取り付けます。奥の方まで締め込んだらセンサー本体を取り付けます。普通のキャップと同じ感じで取り付けるだけですね。回らなくなるまで締め込んだら、先に取り付けていたナットを付属の工具でセンサー側に回していき固定します。これすることでセンサー兼キャップが外れることを防ぎます。これができたら残りの3本も同様に取り付けます。4本とも取り付けができたら完成。きちんとモニターから出てるコードが電源に刺さっていることを確認してエンジンをかけると自動的に空気圧が表示されます。 ETC カードが挿入されています。カード有効期限は2028年10月です。初回のみ空気圧が少し変に表示されるんですが、10分ぐらい走れば今現在の空気圧を正しく表示するようになります。基本的に初期設定のまま使えば大丈夫です。もしパンクとかで空気圧が急激に下がった時は、モニター中央にタイヤアイコンが点滅してアラームで空気が漏れていることを教えてくれます。また追加の設定をすれば空気圧が設定した数値よりも高くなったり低くなった時にアラームで警告してくれる機能も使えます。この機能を使うことで空気が減ったことにすぐに気づけるようになります。こんな感じでタイヤの空気圧が減っていることを点滅で教えてくれるので、すぐに対応できてだいぶ安心できると思います。こちらの設定方法も簡単で、やり方ですが、真ん中のボタンを長押ししてると音が鳴って P1 と表示されます。それが表示されたら真ん中のセットボタンを P3 になるまで押します。 P3 が出たら左の OK ボタンを押す。そうすると HILO が表示されるので、お好きな空気圧を設定できます。ローの時は指定した空気圧以下になったら警告が出るように設定できるので、今回は試しに 2.2 以下になったら警告してくれるように設定します。先ほどの画面でローが表示されている時に左の OK ボタンを押す。そうすると空気圧の数字が点滅するので、真ん中のセットボタンを押すと数字が変わって好きな数値に設定できます。設定できたら左の OK ボタンを押すと設定完了。逆に指定した空気圧よりも高くなった時に警告を出す場合はハイを表示させて同じ手順で設定するだけです。これで指定した空気圧より高くなったり低くなった時にお知らせしてくれるようになりました。空気圧の設定以外にはタイヤの温度が設定した数値を超えた時に警告してくれる機能もあります。普通の人はそんなにタイヤの温度とか気にしないと思いますが、サーキットとか走る人ならいいかもですね。ちなみにモニターには常に空気圧と温度が表示されていて、モニターの表示をオフにすることもできます。やり方は一番右のボタンを長押しすることでオフにできます。モニター表示がオフになってもセンサーはオフにはならないです。今回紹介した TPMS を使うことでパンクにいち早く気づけるようになりますし、僕が経験した徐々に空気が抜けていくスローパンクにも気づけるようになります。意外とプロでもスローパンクしてることに気づくのは難しく、実際に僕の場合も2回目にディーラーで点検してもらった時に初めてスローパンクしていることが分かったので、 TPMS があればだいぶ安心できると思います。また適正な空気圧を維持することで燃費や乗り心地にも影響するので、車にベストな空気圧を維持して乗ることをお勧めします。今回紹介した TPMS は動画の下にある概要欄にリンクを貼っておきますので、気になった方は詳細を見ていただけたらと思います。僕のチャンネルではスズキの Swift スポーツに関することや車に関する動画を公開していますので、もし今回の動画が1ミリでも参考になったと思っていただけましたらチャンネル登録お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。